皆さんこんにちは。地位のグルメ旅。今回の滞在先は中国天津。中国に4つしかない直轄市の一つで、北京のすぐ隣にある港町。観光客は少ないけど実はかなり面白い町。しかもラグジュアリーホテルが信じられないほど安い。そこで見つけたのは安すぎるローカル飯と港町の海鮮。そんな知られざる天津で大人気の名店から穴場の激安海鮮店まで食べ尽くす天津グルメ旅をお届けします。皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今北京南駅におりまして、今日はこれから鋼鉄に乗って30分で行ける北京のお隣の大都市天津へ向かいたいと思います。天津は北京とはまた違った独自の食文化がある街ということで、今回はそんな天津でグルメ旅をしていきたいと思います。それでは早速、もう鋼鉄の時間が迫ってますので乗り場に向かいたいと思います。北京南駅もすごい大きい。北京から天津へ向かう列車っていうのはすごいたくさんありまして、天津駅に止まる列車はだいたい30分に1本ぐらいの間隔なので、時間が限られてる人とかは結構早めに鋼鉄のチケット取った方がいいと思うんですが、今日日曜日なんですけれども、朝一で取って全然チケット間に合いました。1人1等席で2000円、指定席なので必ず座れるっていうので安心なので、そちらを取りました。よいしょ。鋼鉄は列車によって中の仕様が違うけど、今回のはだいぶ広いです。足もこうやって乗せられます。天津へ向かっている途中に天津がどんなところなのかっていうのを少しお話ししたいと思います。天津は中国の直轄市でして、人口はおよそ1300万人、 GDP は約 1.6 兆元と中国でもトップクラスの経済規模を持つ都市です。もともとは運河と海がつながる港町として発展し、中国北方の物流の拠点でした。明の時代には永楽帝がこの地を通ったことから、天使が渡る港という意味で天津と名付けられたと言われています。その後19世紀になるとアヘン戦争の影響でイギリスやフランス、日本など9カ国の租界が作られ、天津は半ばヨーロッパのような国際都市として発展しました。今でも街には当時の洋館やヨーロッパ風の建物が多く残っています。また天津は港町ということもあり、海鮮料理が有名でジェンピングーズやゴーバーツァイなどの朝ごはん文化でも知られています。日本からも直行便があって、さらに北京からは鋼鉄で約30分とアクセスもよく、気軽に訪れることができる都市なんです。ちなみに日本でよく知られている天津飯という料理ですが、実は天津には存在しなくて、あれは日本の町中華から生まれた料理なんだそうです。急にこんな大都市になって、さっきまでススキ畑だったの。高層ビルだらけじゃん。あっという間に天津到着しました。30分で着くからほんと近いですね。とりあえず今日泊まるホテルに荷物を預けに行って朝ごはん食べに行きたいと思います。天津駅も広いな。ディーディの乗り場を探してたんですけど、 E ハイリングって書いたとこがなくてタクシーしかないので、とりあえずタクシーのところ目指して歩いていきます。出口8番。なんか天津思ってたよりもすごいんだけど、ビルだらけ。とりあえずここから泊まるホテルまでは2キロぐらいですぐ着くそうなので向かいます。こう走ってると建物が結構ベージュ系というかクリーム系の建物が多いなと思ったら、これはねヨーロッパの疎開の名残なんだそうですよ。早っ、5分だよ。わー、すんごいところ取っちゃったね今日。今回天津のホテルどこに泊まろうかなと思ってたんですけど、結構ねいいブランドのホテルがたくさんあって、思ったよりもお手頃価格というか泊まりやすい価格だったので、ちょっと奮発していいホテルに泊まります。こちらはですねバンヤンツリー天神なんですけれども、5つ星ラグジュアリーホテルでして、バンヤンツリーって東南アジアだと1泊5万円から10万円ぐらいすることも普通にあるんですけれども、ここ天神は1泊ね2万3000円で今回取ることができました。ちなみにこちらのホテルはですね、天津の主要観光地へのアクセスもすごく良くって、古文化街とか天神の目もすぐ近くにある好立地っていうのもすごくいいポイントなんですよね。今日泊まるお部屋は12階の34号室です。広い。1泊1部屋2万3000円です。
お部屋の広さは全体で60平米以上ありますので、かなり広めです。お部屋の中央には大きめなクイーンサイズのベッドですかね。ベッドはかなりふかふかです。3名なので、こちらにもう一つシングルサイズのベッドもあります。部屋全体がすごくモダンでシックなインテリアになってますね。おしゃれ。ドア入ってすぐのところには仕事用のデスク、結構大きめのものがありますね。ガラステーブルがあって、ちっちゃいソファーもあって、ベッドの正面にはかなり大きめなテレビがあります。おしゃれなキャンドルを焚いてアロマ楽しむことができる感じなのかな。バンヤンツリーっぽい茶器、重い。ここにお茶を入れて飲めるようになってます。ベッド横には充電ができるタップがついてます。冷蔵庫がありまして、フリーのお水1人2本ずつ6本置いてあります。グラス類の置き方もすごくおしゃれ。ポットがあって、冷蔵庫の中にはドリンクが入ってるんですけど、これは有料です。スプライトとか1本28元、600円近くするんでかなり高いね。引き出しの中には無料で飲める緑茶とウーロン茶となんか桃のやつ、紅茶ですね。全部で4種類ある。あとコーヒーもあります。食器類もあって、バスルームの開放感がすごい。シンクが2台あるんですけど、鏡がでかすぎる。ハンドソープとボディローション。アメニティは必要最低限って感じです。ドライヤーは風量強めのタイプのやつですね。バスタブがめっちゃでかいね、これ。プールみたいなやつ。そこからビューバスになっていて景色が見えるんですね。すごい眺め。絵画が一望できる景色。広い窓なんで、もう全体綺麗に見えます。夜の景色はこんな感じです。バスジェルがありますよ。泡風呂にできるってことだね。バスソルトもあります。バラのお風呂にしたい人は380元払うとできます。バスローブはバンヤンツリーの柄になってます。シャワールームもありまして、シャンプー、コンディショナーとボディーソープあります。上から出るタイプと手持ちのタイプとあります。水圧は結構強めです。お手洗いはウォシュレットもついていて、かなり最新仕様です。スリッパもバンヤンツリー柄、金庫もありまして、大きな姿見もあります。全体的にかなり広くて、眺望も綺麗で、ラグジュアリー5つ星ホテルに1泊23,000円っていうのはお得なんじゃないでしょうか。天津の目です。すごいな。川のど真ん中に観覧車普通作る。観覧車ちょいちょい乗ってる人いるな。並んでるんだけど、ちょっと。天津に来たらまず食べたいのがバオズということで、ここ通りすごくないですか？両面にびっちりご飯屋さんが並んでるんですけれども、ここにですね、すごく地元の人に愛されているバオズのお店があるということで来ました。ラオチェンリーアーグーバオズは地元の人に愛される天津のローカルバオズ店。観光客向けっていうよりは天津の日常の味ということで来ました。実はね、天津で一番有名なのはゴーブーリーバオズという老舗のお店があるんですけど、そこはね、最近ちょっと味が普通って言われているそうなので、こちらのお店に来ました。你好。3个人。吃肉的那个肉的包子，这ああ。对。在这吃还是拿走？あ、席で食べましょう。坐。谁的？我给你安排。とりあえず何を頼んだらいいかわかんない。あ、オッケー。这个来2个吧。不行再加。このマンが2種類あるんで1個ずつ。オッケー。シェイシェイ。思ったよりもすごいローカルな雰囲気で驚いちゃった。これが名物のやつ、一番ちっちゃくて、でこの上はなんか大きいのあるよって言われて、これとこれ種類違うのを頼みましたんで、美味しかったらおかわりすればいい。すいません、何が何なのかちょっと分かんないからまず食べてみようということでいただきます。美味しいじゃん。中から肉汁が出てきて軽くて食べやすい。ペロッと食べられちゃうね。北京の肉まんとは全然味が違う。この中にネギとキクラゲ、あとお肉が入ってて、とにかく肉汁が多くて、なんか皮が厚めでふわふわのちょっと小籠包に近いような感じかな。味は結構しっかりついてるから、この付属の醤油につけなくても全然美味しい。野菜だ。野菜のまんもいただきます。どんどん来るじゃん、地元の人が。
うまっ。ディルみたいな香草の香りがして、お肉入ってないんだけど、卵がつなぎみたいな感じで入ってて、ふわふわでめちゃめちゃうまい。今まで食べたことがないマンに出会いました。こっちはさっきのディルみたいなのが多分入ってなくて、ニラいただきます。こっちの方がうまいですね。ニンニクがめっちゃ効いてる。中にたっぷりニラが入ってて、ニンニクも入ってて、かなりパンチがある味わいです。全然違うよね、一個一個味が。ちょっと3個追加しようかね。美味しいかな。おかわりしてる。はい、うまいだろう。喜んでます。熱々。一口目はふわっとしてんだけど、でもずっしり系なの。この皮で汁を閉じ込めてるから、さすがに一口では食べないけど、うまっ。あっという間に食べ終わっちゃいました。ごちそうさまでした。天心の期待が高まりますね。せいせい。バイバイ。驚異の安さ。なんと、11個のマンで 17.5 元でした。350円ぐらいだったんですけど、どういう計算なのね。ちっちゃいやつ1個30円ぐらいかもしれない。何がいくらかはわからないけど。はい、ということで、天津の人気観光地エリア、古文化街に来ました。中国語で天津グーエンホアジエという風に言います。ここはですね、中国の昔ながらの街並みを楽しみながら食べ歩きとかお土産店が並ぶエリアになっていて、天津でも人気の観光地なんですよね。天津は港町として発展してきた場所ではあるんですけれども、こういった形で中国の昔ながらの建物も観光で楽しめるようになっています。ということで進んでいきたいと思います。このね、古文化街の中にいくつか有名な食べ歩きができるとこがあるみたいなんで、ちょっと行きたいな。日曜日だけど結構空いてるね。歩きやすい。こんな感じで辺り一面食べ歩きできるようになってんだけど、ちょっとこの左手になんか気になる建物が。天津はさ、お笑いが有名なんだって。漫才。ここは吉本新喜劇的な場所。お漫才が見れるよっていう。中国語が分かれば楽しめるんだろうけど。ここがですね、天津で一番人気のバオズ店。中国でも有名な天津名物。1858年創業。皮に18個のひだがあるのが特徴。一応通りがかりにあったんで、ここでも食べてみましょうか。8個入り。せいせい。How much？ 48。めちゃ観光地価格や。味がね、変わらないとローカルの方がいいよという話になるわけ。でもね、本当に熱々よ。いいね、こうやって青空の下で食べられるの。いただきます。どっち美味しい？いや、これはそうだよね。私も熱々なのはすごい良くて、中にエビとお肉が入ってるちっちゃい肉まんなんだけど、8個で48元で、さっきのローカルでよりもめっちゃ高いっていうのと、あとね、汁は全然入ってないんだよね。だからちょっと普通っていう人がいるのも分かる。でも時間なくてパッと食べたいって人だったら、ここに来てこうやって買い食いできるのはすごいいいかなって思う。十分美味しいんだけどね。安さとうまさとでちょっとバランスで完全にあっちの方がいいかなってなっちゃった。はい、ということでごちそうさまでした。こういう屋台じゃなくてさ、名物のやつ探しません？次あっちで。上海とかさ、いろんなところにある人気のハンドクリーム屋さんのお土産店とか、このキャンディーのお土産店もよく中国で見ますよね。王道なところもあるし、天津ならではのお店も並んでるっていう感じなのかな。この古文化街に来たのはね、ここで食べるべき天津名物のスイーツが2つあるっていうことなんですが、そのお店を今ちょっと探してます。お目当ての店1つ目、アルドアンジャーガオ。もうめっちゃ並んでる。これです。急げ。このね、お店の由来は天津に昔あった地名の細い路地から来てて、中にあんこが入っている揚げ餅が名物っていうことです。こういうやつですね。には店員さんにおすすめ聞いて、やっぱ小豆が一番いいってことだったんで、小豆と、あと他に人気の芋ぶどうってやつと、あとチョコ。せいせい。小豆じゃなかった。もっちりな生地の揚げた、ドーナツみたいなやつ。美味しいですよ。甘さ控えめで、外側はどっちかっていうともう餅、薄くした餅を揚げたやつみたいな。めちゃくちゃうまいですこれ。カロリー爆弾って感じです。これが好き。
あ、美味しい。結構でも芋ぶどうも頼んでよかったかもって感じ。これはね、食べたことがあるあんドーナツのもうもちもち版って感じで、芋ぶどうの方はちょっと最新のまろやかさも加わったかなって感じですね。チョコね、子供人気がすごかったの。わあ、チョコフォンデュだもんこれ。マジでうまいっすよ。何がすごいって伝統的なお菓子なんだけど、こう今の現代風にすごいアップデートされて、さらに美味しさを増しているっていうのが食べてわかるからすごい。もう一つ最後に行きたいと思います。これでも全然人ならないんだけど、本当にこれを食べに来たわけ。この中にあるんでしょ。ほらほら、これだよこれ。シーバジェマーフォア、どれがいいんだろう。一番普通のやつを、この味です。500g からしか買えないのかと思ったら1本売りしてくれまして、1本だと21元、400円です。まあまあお高め商品です。ねじり揚げ菓子だって。味は一番スタンダードなやつをくださいって言ってもらいました。もうすっごい硬いのがわかる。かりんとうみたいな感じでかなりサクサクしてて、これはね美味しいんだけど、これ1本食べたらもう1日の総摂取カロリー超えちゃうって感じけど味付け優しいふんわりした甘さで美味しいです。一番中国で好きなお茶。ちなみにね、今私がいるところから、はい、こっち側見ると今日泊まるホテルこちらです。バイアンツリー天神。私の後ろに今ありますのが天津を代表する川、海河です。海河はですね、最終的には渤海に流れ込む川なんですね。天津は昔から港町貿易都市としてこの海河があることで北京の海への出口として発展していきました。清の時代には海外疎開が川沿いに作られ、今もヨーロッパ風の建物がこの川沿いにも多く残っています。もう風が気持ちいいし、この景色、天津最高かもしれないちなみに天津歩いてると川沿いにこんな感じで橋がめちゃめちゃいっぱいあるんですけど、中国の中で一番橋が多い都市っていう風に言われてるらしいです。100個以上こういう橋があるんだって。タモバクソネキあ、釣りしてる人がいる。何が釣れるのか聞いてみた。なんだろうバイバイなんか大きな魚が釣れるって。橋の上でちっちゃなフリマみたいなやつやってる。天津のお土産を売ってんだね。やばい、ちょっと怖いの来た。すごい怖いミッキーが。マジでトラウマになるぐらい怖えよ怖すぎる。話してくれない。ノー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 。怖いな。いやいや、ほんとね、マジで話さない。あ、ノー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 。お金くれし。やだよ。だってなんでいきなりすごい強引じゃん。あんな強引にさ、握手して手離さないで最後写真消せって。すっごい混んでるんだけど着きました。ツーファンズです。見てください。ここは天津でも特に人気の観光地ということで、ここはもともと1920年代のフランス疎開の洋館だった場所なんですけれども、それを2000年代にコレクションの方が購入して、そこから自分のコレクションの陶磁器を貼り付けてこのような見た目になったということです。ちなみにね、このお城を購入したコレクターの人っていうのがチャン・リエンジーさんっていう人みたいなんですけど、中国でもかなりのお金持ちということです。壁に使われている陶器はなんと数万点以上、中国の各時代の陶磁器が使われているそうです。ここで写真を撮る映えスポットみたいな感じになってますね。なんとこのお城の中に入れるということで入ってみましょう。チケットは大人1人50元、予約なしでも入れます。いや、これすごい迫力満点なんですけど、お茶碗の後ろの部分みたいなところがめっちゃ埋め込まれてる。もう中はおそらくすごい希少なコレクションなんだろうなっていう家具が置かれてます。ちょっとこうオブジェみたいなのもあったりして、中はそこまですごいいっぱい装飾されてるっていう感じではないんだね。
すごいびっちりお皿貼り付けられてますね。皆さん、私はどこにいるでしょうか？正解は3、2、1、ここです。これまだ上に行ける。すごい。なんかセンスも独特で、洋館って感じはもう一切ない感じになってる。屋上に来ました。ここまで来ると結構見晴らしいですね。上に行くにつれて壺の数もどんどん増えてる。あっという間に上まで全部15分ぐらいで見終わりました。1000円ちょっと高いかなとは思うけど、入ってみたら面白かったです。どういうこと？すごくない？今まで史上一番すごいかもしれない。ということで晩ご飯を食べに来たんですけれども、天津は中国北部の中でも港町として特に有名な町です。海が近いことから海鮮が美味しい町として知られています。今日はですね、こちらのローカルの人に人気の海鮮とあと餃子が美味しいお店に来ました。咱们特色是水饺。海鮮がいろいろあるんだよね。まずおすすめを聞いた方がいいよね。とりあえずこの名物のウニ水餃子とあと海鮮が入ったパイを頼みまして、面条。シャコ、How much？ 1斤ってことは 500g で158だ。高いね。やめます。ねえねえ、アワビ超安いですけど200円ぐらいですね。12元。あ、これ食べ方マラこれは500で58元。じゃあこれネギ炒め、貝のネギ炒め。よし、一旦注文が終わりました。あと飲み物を選ぼう。先生、天津はシャコが美味しいって聞いてたけど、ちょっと高かったから、ちょっと思ったより高かった。また初めて飲むチンタオビール。もうチンタオビールって何種類あるんだろうか。あ、来た。でかい。赤貝って言われたんだけど大丈夫かな。赤じゃないよ。貝のネギ炒め、スチームに近いのかな。でもね、すごいネギたっぷり。いただきます。生姜とネギとごま油の風味に合わさった新鮮な貝がプリプリでめちゃめちゃ美味しい。貝の身入りがすごく良くて、この大ぶりに切ってあるネギと生姜が合わさるとシャキシャキしててすごく美味しいです。こういう置き場が欲しいよね。殻置き場がね。漏れてるね。いやほら、ベトナムともまたちょっと違うというか。中国ってさ、なんでこんなにアワビが安いんだろう。これも今回1個12元だったんで、3人なんで9個頼みました。でマーラー炒めでいただきます。さっきまで生きてたやつだから間違いなく新鮮なんですよ。いただきます。柔らかい。弾力はあるんだけど新鮮でかなりしっかりめに辛くてめちゃくちゃうまい。こちらがですね、一押しのウニ水餃子ということでいただきたいと思います。なんかタレはニンニクが入った醤油があって、ウニの味はしっかりするけど、なんていうのかな、ダイレクトに食べたのとはまた全然違うよ。結構ダイレクトなの想像したんだけど、どっちかっていうと海鮮の美味しい水餃子って感じかな。こういう感じね。結構しっかりめのつなぎが入って固まってるタイプのやつですね。このお店で一番人気の食べ物、こちらです。海鮮がいっぱい入ったパイなんですけど、バシェングオハイホーズっていうものです。中にですね、アワビとかエビとか8種類の海鮮が入っている包み焼きみたいになっているもの。さっき包んで出来たてなんですが、すごい熱い。アワビ、ナマコ、タコ、貝柱、あとエビ、あとこのウミムシみたいなやつとかいろいろ入って、海鮮の出汁も入ってっていう料理ですね。これをスープとかいろいろ入って一緒に食べるわけですね。一回戻します。このままガブッといただきたいと思います。これやばい。でまずこの中に入ってる海鮮から出た出汁のスープがめちゃくちゃうまい。パイが焼きたてだからサクサクなんですね。そこに海鮮の出汁が染み込んでて、
ダイレクトに海鮮が来る。本当に初めての食べ物だけどめちゃくちゃうまい。でもう一つね、名物がこの海鮮たっぷりのあんかけ焼きそば。マジでこれすごいの。これ1杯で2000円以上するんですけど、結構高級な。でも分かるよ。だってアワビが入ってて、エビ入ってるでしょ、イカでしょ、海のやつ、あとナマコ、いろんなのが入ってるから、そりゃその値段しますよねって感じ。フレッシュバージョンだから。そうだよね。フレッシュ。でしかも白菜とかさ、野菜を一切入れてないの。入れないよ。いただきます。うん。思ったより味は結構優しい感じなんですね。これと一緒に海鮮を食べるって感じ。これだってアワビ何個入ってた？マジ5、6個ぐらいアワビ入ってるでしょ。いや、美味しい。これやばい。なんか海鮮がこういう感じで出てくるんだね。うん。焼きそばの具材がすんごい大ぶりの海鮮がゴロゴロ入ってるから、これで138元は安いと思いますね。味付けも辛かったりとかニンニクの味がすごいしたりとかもしない、癖がない感じで、海鮮が好きな人だったら誰でも美味しいって思えるような味に仕上がってます。今日は初日だったんでホテルの近くで海鮮店探してきたんですけど、明日はねちょっと港町の方にも行こうかなと思ってるんで、より楽しみ。海鮮が大好きだからこの前日本にいる時にこういう魚の辛い煮込み食べてうめえなと思ってあったんでちょっと頼んでみたんですけど、このサイズ感がめちゃくちゃでかいの。ここのやつはこうでっかい魚なんだよね。刺身みたいに入ってる。塩味が効いてるね、このお魚。ふわっふわ。辛さは、ちょっと今避けた、ちょっとビビって。もうちょっとつけてみる。しっかり辛くて美味しい。ね。頼んだ料理全部すごい美味しかったです。やっぱりでも特に一番美味しいなと思ったのは貝の8個の海鮮が入ってるやつ。あれはちょっと本当食べたことがない味で、海鮮の旨味をギュッとするとここまで美味しいんだと思って来てよかったです。ということでごちそうさまでした。ご飯食べ終わってホテル戻ってきたんですけど、ホテルの目の前の夜景がやばすぎてちょっと見に行くことにしました。毎日こんな感じなのかな。綺麗すぎるんだけど、高層ビルもだし、目の前の古文化街も全部建物がライトアップされててすごい綺麗。朝7時からって言ってるけど、全然その前から開いてたね、これね。いい匂いする。美味しそう。いただきます。蒸したてもらったよ。朝の時間今3銭しかないっていうことで1種類だったんだけどめちゃくちゃうまい。味が結構濃いめなんです。こんな美味しいね。大盛りなスープ。このスープ100円やねん。5元やねん。このまんま3つで5元やねん。300円で朝食が完成する。珍しいわ。日本の吉野家よりも安くうまいものが食える国っていうのはあんまりない。昨今物価高によってベトナムのフォーでも300円を越してくる。安いね。いや、なんやねん。ワンタンスープは7元。中国のこの感じで言ったらさ、日本でいう1000ベロじゃなくてさ、500円ベロみたいなこともできちゃうよね。300円プラスビール1本みたいな。みんなお仕事の前に来てるって感じだもんね。そもそも寝起きすぎるのよ。さすがに7時半だから。ワンタンは豚肉と少しネギが入ってる感じか。チュルッとしてて美味しいです。美味しかったです。お疲れ様でした。ホテルに戻ってきたんですけど、今回の宿泊プランに1名分中国の漢服の仮装させてもらって、でメイクアップをしてもらえるっていうのがついてたんで、今から体験しに行きます。一回上海の4円でもやったことがあるんですけど、2回目ですね。無料でできるっていうのはあの時6000ぐらい払ったから超お得。ここでやってもらいます。めっちゃ綺麗なお姉さんが
あ、ここから服を一着選んでもいいということなんですけど、どれにしようかな。あ、これ、あ、これは、うん。これめっちゃいいじゃないですか。あ、じゃあ、これしよう。服の試着ができましたので、これからメイクしてもらいます。メイクができました。ここが撮影スタジオになる。撮影終わって10分ぐらいでリタッチしたデータをすぐ見せてくれました。わー。で、3枚までは無料で、あと追加でって感じだったんですけど、OK。1枚追加で30元なのが20元ぐらいまでは下がりましたので、何枚か買いました。これからですね、ビンハイシンクっていう海辺沿いのエリアに移動したいと思います。天津は港町ということで、海鮮もその辺にはたくさんあるということで、移動したいと思います。ビンハイシンクまでは、ディディで約47キロ、50分ぐらい、81元、約1700円ぐらいで行けます。ちょっとすごいでかい予感。開放感がすごいよ、でも。ビンハイシンクに到着しました。ここは北京の玄関口とも言われている天津港を中心に発展してきたエリアでして、中国北部の物流や貿易を支える重要な港湾都市でもあるんです。2000年代に入って再開発が始まりまして、一気に建物がたくさん増えて注目されているエリアになります。そして私が今いるこちら、2017年に建築されて以来世界中に注目されている図書館があります。天津ビンハイ図書館って言いまして、大きい図書館があるので行ってみましょう。図書館がドーンってあるのかと思ったらそうじゃなくて、科学館とか美術館とか同じ場所に5個ぐらい建物があるんですよね。広すぎるな。ショッピングモールみたいになってて、食べ物屋さんもいっぱい入ってるんですけど、本当にこんなところに図書館がある。到着しました。見てください。この未来都市みたいな、近未来みたいな作りのこれ図書館なんですよ。図書館一つにしてもこんな風に作っちゃうのってすごくないですか？この図書館ですね、実はみんな本を読みに来てません。壁にある本、本当の本じゃなくて印刷されている本なんですよ。下の方に本当の本はちょこっとあるんですけど、どちらかというとこの現代アートみたいな近未来都市みたいなこの作りを見に来ている人がほとんどということですね。なんか美術館に来たみたいな感覚になりますね、こういう作り。館内にはね、カップルがちょっとこう座ってまったりお話ししてたりとか、ちょっとしたデートスポットみたいな感じになってるんですかね。ちなみにちゃんと図書館としても機能してまして、5階建てのでっかい図書館なんですね。ここに勉強しに来たりとか、あと本を借りたりすることももちろんできるようにはなってます。今タクシーに乗ってて外を見てたらめちゃくちゃ木が植えられてるんですけど、これは実は景観じゃなくて防風林なんだそうです。天津のこの海沿いは塩分が強くて風も非常に強いので、こういう人工の森林を作って街を守っているんだそうです。よいしょ、海沿いに来ました。今日は風が強いので波は高いですね。天津の海にはですね、巨大な守り神がいるということで公園に来ました。ここの公園は天津ビンハイマーズ文化園というところに来てます。文化園って言ってるぐらいなので、ちょっと観光地っぽくなってる公園ですね。海沿いの公園にしてはもう規模がでかすぎるというか、あまりに広すぎて巨大な守り神がいる像の方へ向かっていきましょうか。この公園が建設されたのは2012年ということで、まだ比較的新しい施設にはなるんですけれども、天津は港町ということで海の守り神であるマーズ信仰というのがありまして、マーズの銅像を天津の海を見守るシンボルとして建てたということなんですね。こちらのマーズ像は高さが42メートルありまして、かなり巨大です。マーズが向いている向きっていうのが海がある方の向きなんですよね。で見守ってるっていうことです。せっかくなので私たちも釣り人として海の神にお祈りをしましょう。
何を言うんですか？海の安全、ここで大きな魚釣れますようにとか、そういうのはね。上の方に登ってくるとすごく海が綺麗に見えます。海の守り神マーズも見れたし、せっかく海辺町に来たということで、この天津でも一番人気の海鮮火鍋が食べられるお店が近くにあるんですよ。そちらに向かいたいと思います。はい、ということで到着しました。ジンシャンシージハイシェンフォグオ。わあ、すごいじゃん。めっちゃいい。店内はかなり広めの作りになってまして、まだ今月曜日の夕方5時だから空いてはいるけど、夜になったら結構混むんだと思います。ここのお店は自分で海鮮を好きなものを取ってきて、それを火鍋にしていただけるっていうことです。結構ね、皿の色で何とか分かれてるんだって。一人火鍋みたいになってて、テーブルに4つ IH のコンロがついてます。こんな感じで鍋の素は選べるようになってるんだけど、この鍋の素がめちゃめちゃ安い。一番人気なのはスタンダードな、お湯にちょっとこう八角とか入ったやつで、それはもう6元で、ちょっと辛いやつっていうのが12元、他は全部12元。辛いマーラーの鍋とかもあるし、トマトのやつとかもありますので、好きなやつを選べるって感じになってる。むしろ選ぶものってそれしかなかった。全部自分で取りに行くっていう話だから。まずお酒ですよね。飲み物はジュースが3元、ビール6元。安っ。めっちゃ冷えてて嬉しい。お皿の色ごとに価格が違うんだけど、一番マックス高くても20元ってことは400円ちょっとじゃん。だから基本何とってもそんなに大打撃で超高いってはならないよね。タレを作るコーナーはこんな感じ。他のお店と変わらない感じですね。でもごまだれがすごいわ。やっぱ地域的なものなのか、麻雀がすっごい。この調味料代に含まれてるんですけど、海鮮がゆがありますね。白皿が20元で、ステンレスが15元、赤いプレートが10元です。すごいね。おお。特選海鮮は別で金額が載ってるって感じだ。でっかい牡蠣は20元。おお。この銀のやつはいくらなの？銀は15元。うわや。安いんだよ。やばい。アワビは10元。いるのかよ。シャコは絶対だよ。超生きがいいよ。前に決めた15元。ちゃんと洗ってくれます。ね。ホタテの貝柱こんなにいっぱい入ってさ、15元。20元、20元、10元、10元、10元だから、まだまだ。まだまだ。全然。これも牛肉、牛刺しの出て美味しそう。こういう感じで他の野菜たちも色分けされてます。私は好きなやつ。これ 3.5 元。めっちゃ楽しくない？この取るの。危険だね、これ食べ終わるまで。ちゃこちゃんたちが息がやばいです。テーブルに乗り切らないぐらい取っちゃいました。海鮮火鍋専用醤油を入れて、でニンニクでセロリ、ネギでパクチー、唐辛子結構入れるね。どうでした？完成です。整いました。汁は味見で、ビカラは今飲んでそんな辛くないしうまい。これは魚の浮き袋と鶏のスープ。うまっ。超辛いやつ。これハバネロみたいな。やばないこれ。めっちゃ辛いけど。いや、やばくはない。これが好き。こんな感じになりました。すごい数の新鮮な海鮮。さすが天津港町ですね。全部安かった。乾杯。やばい。うまいね。これでちょっと待ちましょうか。ここで海鮮を入れて、海鮮がグツ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 出てくるわけですよ、出汁が。そこに最終的に麺を入れて食べてた。いいんじゃない？いいんじゃない？この作った海鮮のタレに、おう。冷まして。はい、いただきます。新鮮。
うまっ。タレがパンチが合わさってむちゃくちゃ合う。見る口でも通しちゃうし。ああ、火鍋のタレも作ったのこの麻雀で。ドン。もう買いましょう。絶対いいから。前々牡蠣って1日何個まで食べていいんだっけ？買いますか。シャコを剥いていただきます。出た。ああ、シャコ剥きました。こうしたら食べやすいね。シャコ。新鮮、甘っ。めちゃくちゃうまい。サイズはそこまで大きくないから食べるとこは少ないけど、味がもうめちゃくちゃ美味しい。すごいフルーツを盛り合わせてお店の方がくれました。ご好意でありがとうございます。デザートに食べようね。アワビうまっ。こういう一回ドボンとしてドボンドボンでやめてもらう。牛タンを食べよう。足はちょっと。これね、入れて、この巻いたやつうまいね。豆腐の牛タンです。これ食べたい。ちょっと待ってください。めっちゃくちゃうまいよこの牛タン。慣れてきたんで豪快にドボン。およー、あっちで慣れてなかった。中火になんかあんまり煮立たせない。牡蠣おかわりしたい。追い牡蠣や。私が選んだつけ汁どんどん奥深くなっててむちゃくちゃうまいです。牛です。ちょっと筋張ってるやつこれ。ちょっと筋張った部位。エビのすり身入れよう。それ違うんじゃないかな。だし。いや入れ方があって結構。食べなくていいかな。ハイボール飲んでる。ビール飲んでる。本当にうまい。カニができました。湯通ししたんだけど味噌がたっぷりですごい美味しそうです。いただきます。うまいです。カニ食べるのもまあまあ得意っちゃ得意。うわー、身たっぷり。カニを海鮮のタレにつけて食べよう。エビ団子が黄色に染まりました。ということで結構いろいろいただきましたんで、最後は麺で締めたいと思います。いろんな具材の旨味が入ってるわけ。もう牡蠣も入ってるから。締めの海鮮麺ができました。あー美味しそう。よだれ出た今やべえうまそう。もう染みてる。甘ってこんなたくさんくれたんですけどすごくない？もうお腹がいっぱいです。フルーツももうたくさん食べて、火鍋の汁ももうほぼなくなったもん。このお店はもう本当に最高です。全部の具材が一番高くても20元。特選とかはあるんだけど、それはね今日ロブスター売り切れちゃってたから食べれなかったけど、そんなロブスターも88元で全然安かったし、あったら食べたかったぐらいだけど、好きなもの取って食べておかわりしてってやっても本当に1人3000円あれば十分お腹いっぱいになれちゃうんじゃないっていう感じのお店。ごちそうさまでした。天津のランドマーク的観覧車、天津の目に来ました。9時半ぐらいまでやってるってことだったんで、ギリギリ間に合いました。まだ乗れるのかな？近くで見ると結構でかいですね、この観覧車。一周するのに28分かかるそうです。観覧車の値段はね、100元ってちょっとお高めでした。なんで、ちょっと雰囲気もいいので、この川沿いのエリアを歩いて探索しながらホテルに戻りたいなと思います。みんな自由になんかいいな、歌ったり、ご飯食べたり、デート
としたり、月曜日とは思えないぐらいの人の多さですね。週末はもっと人いっぱいいるんだろうね。川沿いとその周り一通り探索できたので、今日は朝から動いたので、もうさすがにホテルに戻って寝ます。おはようございます。今日はですね、天津最終日になるんですが、バンヤンツリー天津をチェックアウトしました。そしてですね、これからバンヤンツリーと同じぐらい人気の5つ星高級ホテル、セントレディス天津に、今日は宿泊することになりました。金額がね、ここもすごい高級ホテルであるんですけど、とってもお得に取ることができましたので、ぶっちゃけバンヤンツリーとセントレディスどっちがいいのかっていうところも含めて、比較しながらラグジュアリーホテル滞在できたらなと思っております。で、バンヤンツリーが1泊1部屋3名ですけど23,000円だったのに対して、今向かっているセントレディスも24,000円ぐらい、ほぼ変わらない価格で取れました。着きました。セントレディス。真ん中に空洞が開くデザインになってます。まだ時間が早いかな。チェックインはできないかも。とりあえずでもチェックインしてみようかな。レセプションの人とかの段取りとかは、バンヤンツリーよりもセントレディスの方が丁寧な感じがあります。10時半だけどもう部屋入れる。なんかもうさ、豪華すぎん？作りが。めっちゃいいじゃん。目の前が黄河です。すごい絶景ビューじゃないですか。ホテル自体がすごい大きいんですよね。で、真ん中が空いてんの。反対側は、この開けた黄河の絶景ビュー、最高です。なんか夜はこの辺りでちょっとお酒飲んだりしたいな。セントレディスのバーもすごい評価が高くて人気らしいんで、ちょっと楽しみですね。今日泊まるお部屋は17階の29号室、最上階です。おー、クラシカル系。なんか壁がつるっとしてる、こういうタイプのお部屋珍しいですね。進んでいくと、大きめなクイーンサイズぐらいのベッドが2つどんどんと置いてありまして、ベッドはちょい硬。高級感はありますね。深さがある。天井は結構高めです。景色は絵画を一望できるリバービュー。開けててすごい綺麗ですね。夜景はこんな感じです。ベッドの目の前には大きめのデスクがありますね。テレビが壁に埋め込まれていて、無料のお水が4本あって、冷蔵庫もあります。これらの飲み物は全部有料。ワインボトルがこんな感じで入ってる。これは今まで初かも。アイスペールとケトルもちゃんとあります。ポットと、あとコーヒー。わーすごい。ティーの種類もたくさんあります。金庫もありまして、ガウンは高級感があるふかふか系です。スリッパもあります。洗面所です。シンクは2つあって、鏡は超大きめ。ここにもお水が置いてあって、あとボディーローションがあって、手を洗う石鹸があって、アメニティ類は一通りある感じです。トイレはこんな感じのシックな空間。ウォシュレットはついてないです。シャワールームがありまして、めっちゃでかい、上からジャーっと落ちてくるのと、あと手持ちのタイプになってます。水圧はちょっと弱いかなだけど、どうしたあ、しっかり強かった。シャンプー、コンディショナーとボディウォッシュは備え付け。バスタブもちゃんとあります。窓がついてて、お外が見えるんですけど、向かい側が建物なので景色はあまり見えません。ただですね、テレビがついてます。ゆっくり湯船に浸かりながらテレビを見ることができます。全体的にクラシカルな作りですごく清潔感もあるし、お部屋自体も開放感がある。1泊24,000円でこの高級感で泊まれるっていうのはすごいお得だなと思います。でですね、部屋の感じとか全体的な雰囲気とかを見て、バンヤンツリーとの比較なんですけれども、リゾート感があったり、ちょっとこう休みつつ、ホテル滞在も楽しみつつ旅したいなってんだったら、バンヤンツリーの方がリゾート感はあったのでおすすめかなと思うんですけれども、でもセントレディスの方がなんかこう全体的な装飾感とか、お部屋の感じもクラシカルでなんかこう重厚感がある感じだったので、動く旅にしなくて、都市型でしっかり観光もしつつ、ホテルも高級感がある感じで楽しみたいなっていう人はセントレディスの方がいいのかなと思いました。お部屋の感じは個人的にはバンヤンツリーの方が同じ値段だったら広いしいいかなと思いました。
天津の街を歩いてるとよく見かけるのがバイミエで炒麺っていう書いた看板をよく見ます。もともとは安徽省発祥の麺なんですが、今では天津でも大人気。街中に専門店ができるほど地元の人たちの日常の麺になっているそうです。重くて平たい麺に唐辛子ベースのスープ、そこに牛肉や豆腐ピーが入ったちょっと辛めのローカル麺。こちらのお店でお昼ご飯をいただきたいと思います。できました。ちゃんと頼んだ通りに来た。美味しそう。そもそもの標準は1個10元だから。でそこに煮卵と牛肉とあと豆腐ピーを足して22元。ではいただきます。結構このさ平打ち麺も製麺機でずっと打ちたてを入れてて、それでこんな美味しくないわけないよね。辛さの調整とかできるのかなと思ったら何も聞かれなかったんで大丈夫かしら。いただきます。うまっ。コシがやばくない？めっちゃ弾力がある麺で、汁はもうめっちゃ深刻な問題なんだよ多分。汁は全然辛さは控えめ、量がかなり多めで、日本の感覚で言ったらまあ 1.5 玉ぐらいあるんじゃないかな。辛さを足したかったら入れられる。これでトッピングに入ってるこの具材たちとスープは全部同じ鍋で煮られてたんですけど、この牛肉はね結構角切りみたいになってるタイプで、なんかおでんみたいな感覚って言ったらあれだけど、全部ね味がしみしみになってる感じです。野菜はレタスが入ってます。こうなんか二日酔いじゃないけど、お酒をたくさん飲んだ次の日にもこれを食べたらすぐ回復できそうな、そんな味。優しさもあるけどパンチもあるみたいな。お前好きでしょこの。めちゃめちゃ好き。中国ってこの炒麺っていうのはいろんな地域であるんですけど、食べ方が地域によって全然違うんだって。でその天津では最近安徽バンミエンでこの辛いのがみんな好きというか、ずっとお酒飲んでる人がいたり、仕事中に急いで麺食べなきゃいけないんだろうなっていう人がいたり、テイクアウトでゆっくり家で食べるんだろうなって人がいたり、本当にいろんな人が来る食堂、こういうとこに来る方がなんか楽しいよね。グルメ旅。煮卵どうですか味。いただきます。まあでも基本その中にずっと煮られてるんで煮崩れしないようなものしか入ってないわ。でもそのおかげでその出すのもめちゃめちゃ早いわけよ。こうやってすくって出せるみたいな。でも麺は全部注文が入ってからこうやってぐるぐるやるから打ちたてなの。それも日本じゃ食べられない味でしょ。はい、じゃあ平打ち麺にしますぐるぐるぐるとか細打ち麺にしますぐるぐるぐるってやってんだよ。このエリアは事前にお店の名前とか調べようと思っても結構ね入れ替わりが激しいらしいんですね。店舗のその作りとかは多少昔からの感じがあっても、実は新しいお店とかそういうのも多いみたいで、実際に足を運んでみて店探して入ってみたけどよかったよね。結構辛かったです。美味しかった。ごちそうさまでした。麺食べ終わったんですけど、この近くにね100年以上続くガチ老舗の美味しい餃子屋さんがあるということで向かいたいと思います。もうどこまでも結構ちっちゃいお店がいっぱいあるんだね。クインジャンベイジ、こちらのお店なんと創業1890年超ローカル老舗餃子店。行ってみましょう。癖があるって書いてあったんですよ。だから羊が苦手な人は牛も頼めるからみたいなことを書いてあって、ただやっぱり歴史があるお店ということで、このお店に来て羊の水餃子を頼まないのはおかしだろっていうこと。一番メイン人気の白焼き水餃子、羊の水餃子ですね。いただきます。かなり羊の味が強めです。でも肉汁はすごいたっぷり入ってて、私結構羊のこの癖ってちょっと苦手だったりするんですけど、この癖はいい意味で羊の主張はありつつもジューシー感があるから全然美味しく食べられる。お店にいるほとんどの人がこの羊の水餃子を食べてますので、中は羊のお肉とあとネギが入ってる感じで、味自体は生姜とかニンニクの味とかはしないから結構ダイレクトに羊の味がする水餃子って感じかな。来た来た来た。牛の方が来まして、牛の水餃子いただきます。食べ応えが、お肉の食感がしっかりする水餃子。味が薄めなのか、なんか本当に結構今まで中国で食べた餃子類ってなんかニンニクの味とかするなってのが多かったけど、臭み消しみたいな香辛料みたいなのは入ってない。もう本当にシンプルな水餃子っていう感じかな。
なんか皮はすごいもちもちで厚さもあるから肉汁が中に閉じ込められてこうじわっと出てきて、そこはすごい美味しいんだけど、中のあん自体に味がほぼないので、もうちょっとなんかパンチが欲しいなって思っちゃうのがまあ正直なところ。でもこれが100年ぐらい歴史があるローカルの味なんだと言われたら、天津のその餃子文化っていうのはこういう感じなんだねっていうので、日本の餃子とは少し違うから、そこは食べてみてね良かったなと思います。万人受けするってよりはローカルな味だったかなっていう感じですよね。まあでも来ないと食べれない味だから。ということで100年以上歴史がある餃子を食べました。ごちそうさまでした。五大道文化街区に来ました。街並みが急に変わるね。さっきはずっとローカルのご飯屋さんのエリアにいたけど、一気に景色がヨーロッパ風になってます。ここではさ、馬車に乗れるんだそうです。こんな感じで。乗りたいこれ。いくらなの？すごー。広大すぎるよ。ここは天津市体育博物館と言いまして、ギュッとねこう見た通り走れるようなグラウンドみたいな作りになってるんですけど、飲食店とかもなんか入ってたりするから、博物館っていうよりは大きな広場って感じですかね。今日は平日だけど、こうやって芝生に寝っ転がってる人もたくさんいて、なんだか憩いの広場って感じです。馬乗り場結構歩いてるんですけどないな。ないじゃんって思ってたら急に馬の匂いめっちゃした。絶対この辺りに馬車乗り場ある。ありました。馬車駅が放置ステーションって書いてあります。ファンサ。嘘じゃん、めっちゃ高い。1人80元か、馬の横バシバシしてる人の横に座りたい人は120元だって。3人だからさ、これに5000ぐらいかけるのってどう思います？ディーディーにして帰った方がいいよね。ちょっと馬に乗るのの料金高いのでやめようかな。天津人事へに来ました。ここはですね、天津で一番有名な繁華街ということで、地元では人事へというふうに呼ばれているそうです。天津最大のショッピングストリート、全長約 1.3 キロの歩行者天国になっている通り、ブランド店、デパート、カフェ、屋台全部ある通りということで、ちょっと歩いてみましょう。この辺りももともとは疎開エリアでして外国人街だったので、その名残で建物が少しヨーロッパっぽい建物もあるんですが、1990年代から一気に商業街として発展して、昔から栄えてたんですけど、今に至るまでまだまだ再開発されて新しい建物が建つ一番にぎわっている天津の繁華街ということです。古き良きをなくさずに現代のものと重ね合わせる。いいじゃん。地下のフードコートすごい美味しそうなもんがめっちゃあるよ。このデパートの地下でいろんな美味しいお店が入ってるんで、軽くつまむものを今買ってます。揚げたてをやりますね。すごい派手なパンをいっぱいやってる。これは鶏皮みたいな。皮とかむちゃくちゃ辛くてうまいよ。今日のおつまみや。じゃあさっさと買って帰りましょう。はい。じゃあ下で飲んでもいいです。いろいろ変えたんで一旦ホテルに戻ります。チンタオビール。何ですかこれ？魚かと思ったけど違ったの。串いっぱい買ったけど、さっきちょっとつまみ食いしちゃったけど、これなんだこれ薄いやつ。これがメイン。パリパリして本当につまみだねこれ。確かに。もううまい。牛肉です。入ってないと思います。これがなんか俺。うまっ。こういうのセットでいっぱい入ってるってこと？とんかつっぽくなった。なんかうまいホットスナックって感じ。カラムーチョみたいな、ちょい辛みたいな感じなんで、いくらでも食べられる。いや、これいいっすね。ジャッキーカルパスみたいなやつ。そう、味付けがいいから、なんでもいい。そうですね、本当。もうなんか、やたら待って人気だったあんかけご飯みたいなやつ。うまい。このお肉と、あと厚揚げと、あと大根が入ってて、青菜も入ってる。結構具沢山で、米の量がむちゃくちゃ多いです。しないね。
味しみ大根。美味しいでしょ、これ。サーモンの寿司です。ちょっとだけ和食が恋しくなって買ってみました。美味しいんだけど、確か35円だったと思うんで、これで700円って考えたら、ちょっと高いかな。日本のスーパーのお寿司と同等レベル。デパ地下のハードルが結構中国はこう安くいろいろ買えるからいいね。フラッと買ってみたやつなんですけど、なんだこれ、鶏のカリカリ揚げみたいなやつなんですけど、食感と、あとなんか辛い味付けをちょっとつけて食べてたんですけど、それがめちゃくちゃうまくて、100年的非美食って書いてあるから結構歴史あるやつなのかな。なんかビーフジャーキーの鶏版みたいな。なんかケンタを干物にしたみたいな感じだよね。セントレジスのバーで一杯カクテルを飲もうと思います。本当はね、クラフトビールがあったから飲みたかったんですけど、もう時間が遅くて終わっちゃってました。で、ここセントレジスはブラッディマリーを広めたホテルっていうことで、ニューヨークの方でね、昔ブラッディマリーが広まってて、その後世界中に広まっていた発祥のホテルということで、せっかくなんで頼みました。でですね、ここは天神のスペシャルブラッディマリーもあるということで、それも頼みましたよ。チャームにはそら豆、チップス、唐辛子ピーナッツが出てきました。おー、いろんな味がする。トマトの味もするし、なんか柑橘系の味もするし、ちょっぴりジンが顔出して、ごめんなさい、カクテルのことはそんな深くは言えないけど、なんかすごいのは伝わる。こういう伝統的なカクテルを飲むっていうことに意味があるんじゃないでしょうか。クラシカルの方もいただきます。こっちの方がスパイシーじゃないですか、結構。これはもう本当にクラシカルなんだなっていう、飲んだことがある味で、だけどすごい繊細にちゃんと作られてるなっていう感じなんですけど、めっちゃうまい。これやばいですよね。めっちゃうまい。一応品だけあるというか、なんか下手なとこ行くよりも良かったですね。なんかここで飲んでピリッとしたスパイスの味もするし、このセロリとかいろんなものが合わさってて、これもまた初体験って感じですね。夜になると夜景のライトアップ半端ない。存在感がやばいです。空間も青く別の色に装飾されてるからむちゃくちゃ目立つ。ライトアップがすごいや。見てください、天津の夜景めっちゃくちゃ綺麗ですよね。今回初めて天津に来てみて、正直全てが想像以上でした。少し歩けばヨーロッパみたいな街並みで、また少し歩けば伝統的な中華の街並み、そしてもう少し歩けば路地に入って中国の昔ながらの生活の様子が垣間見えるような街並み、全てがもう新しい景色、目まぐるしくてとっても新鮮で楽しかったです。そして何より天津は港町ということで、海鮮がもう本当に安くて美味しすぎました。ローカルグルメのレベルも高くって、肉まんはもう人生で一番の思い出になりましたし、麺料理も全て美味しかったです。まだまだ正直食べ足りないなーっていうのがあるので、また機会があったらぜひ来たいなと思う街でした。天津とても魅力的な街なので、皆さんもぜひ遊びに来てみてください。ということで、この動画が面白いと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。またね。